皆さんこんにちは、タサンシマです。今日は、タイの、お刺身の柵を使って、カルパッチョを作りたいと思います。で今日は、今、だいぶ安くなってきたイチゴを、カルパッチョのソースにしたいと思います。はい。まず、カルパッチョで大切なのはお魚に、塩をしてちょっと置いておいて、その臭みを少し取ってあげるとだいぶお魚自体の旨味が凝縮したものになるので、ドレッシングとか例えば他の野菜を乗せたりとかする時も今日はタイですけども、タイの旨味がギュッと凝縮した感じの、味になるので、まずそれからやっていきたいと思います。じゃあ、タイの柵、今日は 150g ぐらいありますけど、何人分作るかとか食べたい量によって量は自由に決めてください。でタイじゃなくても他の、白身の魚とか、あとサーモンなんかもカルパッチョにすると美味しいし、あとホタテとかそういう魚介類でもいいので、生で食べれる、お刺身で食べれるようなお魚だったら何でもできます。水分がついていたら水分を取って、そして切っていきます。じゃあもう盛り付ける用のお皿を準備して、そこに薄切りにしてものを広げていきたいと思います。はい、じゃあここに塩を打っていきます。割と丁寧にしっかりめにしておくと、後で浮いてきた水分は拭き取ってしまうので、はい、こんな感じで。はい、でもし室温が熱い場合は、室温が熱いなと思ったらこの軽くラップをして冷蔵庫に入れておいてください。で今日はちょっとまだ寒いのでこのまますぐに、仕上げていきたいと思うので、このまま出した状態で進めていきます。はい、で今日は、いちごのドレッシングを作ろうと思うんですけど、いちごは甘みもあって酸味もあるので、結構調味料として考えると、お砂糖とお酢っていうことになって、あと、ドレッシングに必要な要素としては塩味、塩とあと油ですねがあればドレッシングとして成立します。で今日はいちごなんですけど、キウイとかパイナップルとか、そういうちょっとオレンジとかグレープフルーツとか、甘みと酸味がはっきりしたようなフルーツは結構ドレッシングにも向いているので、お好きなフルーツで作ることができます。でちょっとフルーツと魚なのでちょっと気持ち悪いっていう感じもあると思うんですけど、しっかり魚に塩をして魚の旨味をギュッと凝縮させておくと、このフルーツとの組み合わせはすごく相性が良くなるので、そこはちょっとポイントとしてお魚の方にしっかり塩をするっていう、そしてお魚の旨味を凝縮させておくと、フルーツが来ても、フルーツの香りとかそういうものが来てもなんかちょっと気持ち悪さがなくなるので、そこをちょっと気をつけてやってみてください。はい、じゃあいちごの方はちょっと小さめに切って塩コショウとオリーブオイルで味をつけていきます。全部は多いので使う分だけ。10個用意しました。めんどくさいんですけど、いちごを洗ったらこの水分をしっかり取らないと水っぽくなってしまうので、今日はこれがソースになるのでちょっと手間なんですけど、いちごの水分は取っておいた方がより美味しくなると思います。はい、じゃあヘタを取って、はい、じゃあ小さい角切りにします。こんな感じです。
いちごも品種によってだいぶ味が違うので、もし酸味がないようないちごの種類の場合は少しお酢を足してもらっても大丈夫です。でここは大小あった方が逆にこう綺麗に切り揃っているより、大きいものあったりちっちゃいものあったりした方が口に入れた時にそのいちごが口の中で噛んでいくとじゅわっといちごのソースがジュースが出てきて、それがドレッシングとしてなるんですけど、そうなった時に大小のいろんな形があった方がそのバランスが変わってきたりして美味しいと思うので、あまり深く考えずにざっくり切るといいと思います。はい、じゃあこれをボウルに入れます。一つまみの塩と胡椒、好みです。でオリーブオイル大さじ3杯ぐらい、これをよく混ぜます。はい、そしたら一度ここでソース自体の味見をしておいて、はい、塩味の感じを、確認しておいてください。お魚割としっかり使用しているので、ここはあんまりこうしょっぱいっていうぐらいまでいかなくていいんですけど、ドレッシングとして普通のドレッシングとして考えた時にちょうどいいぐらいの味にしておくといいと思います。じゃあこの魚なんですけど、今ちょっと水分がこういう風に出てきてるので、塩してから15分ぐらい置いた方がしっかりお魚の中に塩も入りますし、水分も抜けてくれるので、旨味が凝縮します。なので余裕がある人はそのぐらいは最低でも置いておくといいです。でこの浮き出てきた水分はちょっとやっぱりお魚臭さがあったりとかするので、キッチンペーパーで軽く水分を拭き取ります。こんな感じで今ちょっと上から押し付けたので、せっかくふわっと持ってたので、もう一回ちょっとふんわり、させておきます。ペラペラでもいいんですけど、せっかく薄く切ってるのでお魚もちょっとこう動きがあった方が盛り付けた時に動きがあった方が綺麗かなと思うので、はい、じゃあこのいちごを上からかけていきます。全体に、かぶさっちゃうよりは少し鯛が見えた方が綺麗だと思うので、たっぷり。ちょっとオリーブオイルの感じが足りないので、少し、大さじ3杯ぐらい入れたんですけど、かけてみてこう全体にそのオイルが広がらなければもう少しオイルを足しておきます。じゃあ今日は、近所の方が植えているミントをもらってきたので、ミントを添えて、緑のものあった方が色的に白と赤と緑で綺麗なので、パセリとかでもいいですし、小ネギとかでもいいですし、大葉とかパクチーなんかも合いますし、好きなものあるもの、タイムみたいなもの、ローズマリーとかそういうものでもいいと思うので添えて、いちごもなんか平均的にこんもり乗せちゃうよりかはなんかこうゴツゴツしてる感じで持った方が綺麗ですし、あとミントも4つ使うとしたら 1,2,3,4 って正方形になるように盛り付けちゃうと結構なんかこう面白くない感じの盛り付けになっちゃうので、あえてこう形をこう崩して平均的に盛らないようにするとすごく綺麗に盛れると思います。はい、じゃあこれで完成です。今日はタイのお刺身の柵を使っていちごと一緒にカルパッチョを作りました。ポイントはやっぱりフルーツと合わせるっていうところがちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれないんですけど、タイの旨味をしっかり引き出してあげると、フルーツと合わせた時にとっても美味しく感じれると思います。で、結構いちご盛りだくさんでも美味しいのでたっぷり使ってみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。はい、では試食をしてみたいと思います。
塩がついたいちごが結構イメージがなかなか塩と合わせる食材じゃないのでイメージがつかないかもしれないんですけど、塩がかえってこのいちごの甘さを引き立ててくれてるので、口に入れて噛んでいった時にそのいちごの甘さがじゅわっと広がって、あと酸味も結構効いているいちごなので、すごく爽やかで、タイもしっかり塩をして、時間を置いていたのでタイの豆も凝縮していて、すごく爽やかな一品になっていると思います。